そして畑も今飲み込んでいきます。本店大変です、大変です。はい。3号機、多分水蒸気だと爆発が今起こります。心よりお詫びを申し上げたいと思います。復興庁はまさにこれは復興の司令塔になる組織でございますけれども、復興庁は交付金の分配や復興特区の認定など復興に関する業務を一元的に行い、被災自治体の支援を行います。一時的には We lost our home, and the hospital where I worked closed. We were told we could return by April 2016, but the cleanup is getting nowhere. 米が売れない、野菜が売れない、家にも帰れない。私の浪江町はチェルノブイリなんです。放射能のリスクと避難をすることのリスク、どっちが大きいか。整个这个重建工作要完成的话，大概需要多少年？正直なところ何年かかるかというのはまだ見通しがつけない状況です。一旦ここで。我想知道，就是日本政府一共花了多少钱？大体40兆円ですね。那假如说这一个区域就是真的没有人要回来，那还要对它进行复兴吗？您是从那个东京过来工作的，还是说就是福岛本地的？私は東京の復興庁という機関から来ました。就是我们也很好奇啊，就是说福岛的核事故到现在已经过去12年了，那给人感觉好像还有很多乡民没办法回来啊。那为什么这个整个复兴的工作要持续这么长时间？まず東日本大震災によりまして被害を本当に広い地域が受けました。だからその被害に関しては大きく分けると2つに分けることができると思います。一つは地震、津波による被害です。もう一つが原子力災害による被害です。で津波ですとか地震の被害を受けた地域では、そういった地震など起こった後、早く例えば道路ですとか他の公共施設の再建ができたんですけれども、原子力災害の地域に関しましては、その後放射線量が高い状況が続きましたので、その放射線量を下げるためのいろんな取り組みをしなければなりませんでした。その中で例えば放射線を下げるための取り組みとしまして除染ということをしました。また自然に放射線も下がったりしました。でようやく最近ようやくそういったことが終わって初めていろいろな施設の再開また建設ができるようになった。そのために時間がかかっております。那按照你们的估计啊，就整个这个重建工作要完成的话，大概需要多少年？正直なところ何年かかるかというのはまだ見通しがつけない状況です。有一个大致的時間範圍吗？まず福島の昨日第一原子力発電所をご覧になったんですかね。1F の周囲をご覧になってまだほとんどが何もないような状況をご覧になったかと思います。ああいったところにこれからいろんな建物、また道路の整備、いろんなことをしていかなければなりませんので、相当時間がかかるかと思っております。特に帰還困難区域の中でも人が住めるようになった場所、ここが人が住めるようになって本格的にそういったインフラの整備ができるようになったのは去年の6月からです。ですのでまだしばらく時間かかるかと思います。那现在就是说你们就是返還困難區和可以回来的这个区域大概占比是多少？データはありますが、すみません。ちょっと今すぐあれなんですけど、ただ、ある町に関してはですね、例えば双葉町という町ありますけど、双葉町という町がありますが、双葉町はまだ 85% が帰還困難区域です。まだ 15% しか人が住めないエリア、人が住めるエリアはまだ 15% です。85% が
帰還困難区域で人が住めないエリアとなっています。他にも、例えば、浪江町というところでは、8割が帰還困難区域、2割が人が住めるところ。他の地域では帰還困難区域がないところもありますけれども、特に帰還困難区域が広い地域はそういったところです。その2つのところです。情况不太一样。就是在过去的这12年里头，你们为了复兴啊，我想知道就是日本政府一共花了多少钱？ですね、だいたい40兆円ですね。这40万億是个什么概念？就是比如说是。そうですね。まず40兆円っていうのは、福島県で、他の岩手県、宮城県、他の県もありますけど、全体です。福島県だけではないです。東日本大震災で被害を受けたところの復旧のために40兆円使ったんですけど、比較するとなると、日本の国家予算が大体100兆円です。但是它也还仅仅12年，那之后将来还会再继续花这个钱。はい、そうだと思います。很大一笔钱。那这个钱就是在你们复興過程中間、它大概是怎么分配的？就是说，主にはですね、主なものは、道路、港、堤防などのインフラの整備。他には先ほど言いました除染ですね、放射線除染。またあと、工業団地の建設など。産業を復活させるための工業団地の、整備など、そういったものです。那这个钱全都是纳税人出的是吧？这个东電没有出钱吗？この今の40兆円は国からのものです。すみません、ちょっと私もそこはあまり詳しくないんですが、東京電力に対してこれから賠償、求償というんですけれども、それを行うものもあるかもしれません。就是说赔偿是指赔偿给国家花的钱啊，还是说赔偿给那些普通老百姓的钱？求償っていうのは、東京電力が住民の方に対する賠償とは違います。そういった原子力災害の事故に伴って、その対応に必要なお金、それを国が出した後、東京電力に対して、後でそのかかったお金を取る、そのようなことがある可能性があります。就整个国家现在花的钱，将来都要找东電去要是吗？全てではない。仮に求償するとした場合でも一部だと思います。那现在就是在你们这复興局管辖的这范围内啊，就是工作中间最难的是什么内容？実は難しい仕事が本当にいっぱいあるんですけれども、やはり一番そうですね、被災地の大きな課題としては、やはり人を増やさなければいけないことかと思います。人が戻ってくる、帰還してもらうためには、生活環境を整えていく必要があります。買い物をする環境、医療、病院など、あと、学校、他にも住宅、すべてが足りない状況です。商業施設はやはり人が戻ってこないと商売になりませんので、なかなかできないと。ただ商業施設がないと人が戻ってこれない。そういうような状況でして、どのように商業施設を増やしていくのか、それが大きな課題の一つです。就我们在采访的时候，也有很多就是原先住的这个地方人在跟我们讲，他说都12年过去了，我们的孩子在那边已经长大了，孩子的父亲可能在那边也有新的工作了，他跟这个地方的土地啊，跟他故乡的联系就越来越疏远了，所以即便是你把它复兴好了，他可能也很难再回来了，因为那边可能有工作，孩子在那成长起来了，所以我就说，那如果是复兴的工作太慢了的话，那可能对原先的这一部分的居民来说，这个复兴对他们来说就没什么意义了。大変厳しいですけれども、大変正しい見方だと思います。ただ戻りたいっていう方はお仕事を見つけて、避難先でお仕事を見つけてもう戻れないっていう、いわゆる働き盛りの方もいらっしゃいますけれども、その他に高齢者の方もいらっしゃいます。高齢者の方はやはり一度は元住んでいた場所戻りたいと強い希望を持っている方が多くいらっしゃいますので。但是如果是只有老年人回来啊，没有年轻人回来，那这老年人他可能再过20年，也就慢慢都离开这人世了。那这地方可能就实际上也就重新没有人了，或者说他们的后代也就不会再回到这儿来了。所以对他们来说，这也很难称之为是复兴啊。やはり原子力発電所の事故というそういった事故によって
もともと住んでいた場所を追われて別の場所に避難した高齢者の方々、やっぱりそういった高齢者の方々戻りたいという希望を持っている限りは、戻れるような環境をまず作ることが必要だとまず思っております。ただ将来的なことを考えたとき、そういったインフラ作って、本当に無駄になるんじゃないかというお話ありましたけど、無駄にならないように、また高齢者のために作った施設などがこれからも使えるように、移住者の方も増やしていくってことで今考えているところです。我们在采访的时候啊，有些人当时跟我们讲，他说现在时距你看已经过去了12年，实际上这个他们的家回不来啊，也不知道什么时候能够彻底回来。他说那还不如当时就告诉我们不能回来了，因为在这种漫长的等待过程中间，告诉他们有希望，但是这个希望呢又迟迟得不到满足啊，得不到这个兑现啊，他们反而这个生活变得给人感觉更绝望。他说如果你要是一开始告诉我们就回不来了，比如说未来30年都回不来了，他也就不做这个指望了。但是因为他们年纪都比较大了，比如说他们已经当时离开的时候就60岁了，如果30年以后再能回来的话，对他们也就没什么意义了。所以就是说一个明确的预期可能对他们来说也是非常之重要的。はい。戻りたいという方がいらっしゃるのに、生活環境が整ってないで戻れないという状況、本当に申し訳ないと思っております。先ほど申し上げましたように、例えば買い物する施設、スーパーなどお店に関しても、なかなかまだそもそも人がいないので、お店を作れないといったこともありまして、ただなんとか生活環境を整えて戻りたいという人は戻れるような環境をなるべく早く作りたいということで今復興庁、市町村、県で頑張っているところです。因为我看这周围这几个厅啊，它本来人口也不是特别多，现在呢虽然可以回来了，但是回来的人也很少啊。比如那大雄町，我们去看了一下，现在可能那常住人口也就1000人左右啊。那花这么多钱，你说你们这个过去12年已经花了40万亿啊，那就为了这么点儿的人回到这个地方重新开始生活，那是不是也有点不值得啊？先ほども言いましたけど、40兆円というのは福島県だけではなくて、宮城県とか岩手県とか全部のトータルになります。それを前提としまして、ただやはり戻りたいという方がいらっしゃいますので、その戻りたい方が戻ってきても無事に生活できるような環境を作るというのは、これは国の責任だと思っております。但是我们采访的有些老人说，他说你当时要是告诉我那不能回来了，我们可能也就认命了啊，或者说从公共政策的角度来讲啊，其实他也需要考虑投入和产出比。假如说你们要是要把这么一大笔钱中间的一部分拿出来，就给当地这些居民，就告诉他们你们不需要回来了，你们就到别的地方去安家落户好了，那可能从这个财政这个角度来讲可能更合算。那当时有没有过这样的谋划这样的計算呢？大変難しい問題で、私も一人の役人としての見解、これは国としてのこれは政策の一つですので、私の一人の役員としての発言といいますか考え方ではというよりも国の考え方でお話した方がいいかと思いますが、お金をインフラを整備するかではなくてお金を配った方がいいのではないかというご意見ですけれども、それに関しては私の方からコメントは難しいですが。但是你作为公共政策，你总要考虑投入产出比吧，因为这钱是纳税人的钱，你也不能为一个单一的目标不惜一切代价。そうですね。やはり復興のためのお金は今お話しあったように税金ですので、復興の事業を実行するときにはそのお金を無駄にならないように使うべきだと思っております。やはり必要な施設をまずは作っていくと、必要な分の施設を作っていくという形で無駄にはならないように使う必要があるかと思います。逆にそうしないと国民の理解も得られないと思います。今のところ国民の皆様は復興事業今やってるということに関してはご理解いただいているものとは思ってございますけれども、無駄にならない、無駄遣いしないようにする必要があるかとは思っております。但是实际上对这些老人来讲，从某种角度来讲，他即便回来的话，他那过去的故乡也不存在了，你也很难恢复到过去了。因为你比如说那些山林他也上不去了，左邻右舍实际上也没有回来，房子可能也都拆掉了重建了。就是他过去12年前的那个故乡，虽然说他人回来了，但是那个故乡可能已经永远也不可能再回到他生活中间去了。確かに町をまた新しく作るにあたりまして、今までとまた別の場所に町の中心部を作ったような例もありますし、そういった町ではやはり
震災前と随分街が違ってしまったというご感想のお持ちの方は多数いらっしゃることはそういうことその通りだと思います。ただやはりその場所が変わってももともと住んでいた場所でなくても別の場所でも戻ってきたいという方もいらっしゃいますので、例えばその公営住宅のお住まいの方おられます。当然震災前と違う住宅になりますけど、それでも戻ってこられる方多数いらっしゃいますので、そういった方への期待を沿うことも必要かとは思います。就是我们在采访中间也听到这样一种说法，他们说，日本政府啊，之所以在这个地区投入这么多钱，不惜一切代价要把它复兴啊，就把过去所有的污染的这个区域全部清除，目的实际上不仅仅是为了让这些想要回家的人回来，而是想证明，就是日本政府他自己的核政策没有错误，或者说当时的责任没有那么大。因为如果要是就是这个地方变成了一片无人区，再也没有人可以回来居住的话，这就变成了一个日本的伤疤，那么就证明日本的核政策啊，包括对待东电的这个政策中存在巨大的失误。如果是把它全弄好了，这将来这场灾难的这个事故啊，痕迹就不存在了，所以给人感觉日本政府好像就没有太大的责任。就是我不知道你有没有听过这样的说法，你怎么评价他们这种看法？そうですね。復興事業、復興政策に関しては本当に日本全体に関わる問題でありまして、それだけいろんなご意見があることは承知しております。今言ったようなご意見も確かにおっしゃる方もいらっしゃるかと思います。ただ国、また自治体、また県としてはですね、やはり戻る方いらっしゃる、戻りたいという希望される方がいる間はやはり戻れる環境を作りたいというのが一番のこれは願いですので、はい。そういったまた別の意図を持っているということは国としては特にございません。那假如说这回去的人不管多少，那只有几个人，你们也愿意花这么多钱来做这件事情吗？そうですね。人数、あまり人数の問題ではないかなと思いながらも、ただ徐々に戻ってくる方増えておりますので、数十人って話ではなくて、おそらく数百人、場合によっては数千人もなるかと思いますので、現時点まだ再生拠点に関しては去年の6月からまだ1年しか経っておりませんので、これからもっと人は増えるかと思います。そうなった時はもっと費用対効果だけでの話じゃないんですが、費用対効果も上がっていくものではないかと思います。那就是在做这个决策过程中间，究竟有没有一点就是像类似于这些人说的那个部分的内容呢？就是说我把这个地方全部恢复成了正常状态啊，然后呢就再也没有核污染的这个痕迹了。那就日本政府这个事情就给人感觉做得很漂亮，然后呢也好像在核政策上也没有什么挑剔，有没有一些这方面的考慮呢？少なくとも私が復興庁の仕事をしているのは大体1年間復興庁の仕事をしておりますが、そういった議論はしたことはないです。まず戻れる方が戻れるような環境を作ろうということはお話当然してますけれども、そういった原発政策の間違いを、なんて言いますか、隠すためにっていう議論はしたことはないです。那假如说这一个区域就是真的没有人要回来，那还要对它进行复兴吗？ですね、まず復興拠点、去年の6月ぐらいから徐々に避難指示が開始された復興拠点に関して人は戻りつつあります。それとこれからですね、法律が改正されまして、今年の6月に法律が改正されまして、帰還困難区域の中の復興拠点以外のところもこれから人が戻れるようにする予定です。ただその時は戻ってくるかどうか希望を聞いた上で、希望者が一定程度いて一つのまとまりになったところに関して、避難指示を解除して人が住める環境を作っていく、そのような法律の制度ができました。那你怎么看这场事故呢？就是东電这场事故。そうですね。原発事故、原子力、私の感想としては、原子力発電所の事故が起こると、これは取り返しのつかない事態を招くのだなということを改めて感じました。これだけ10年経っても十分な復興がまだできていないというようなことの中で、やっぱりこういった事故はもう本当に防がなきゃいけないと、そういうことを改めて感じています。那您觉得这个事故发生的原因啊，除了这个海啸、地震这种自然的因素以外，那东電这些企业的决策过程中间，那你觉得存在什么问題？そうですね。私も東京で今回の原子力発電所の事故
の原因に関しまして一通りのことは勉強しましたが、本当にもっと深い理解までできておりませんので、まさに私から個人的になんかこうどこの責任だってはっきり申し上げるのは難しいんですけれども、東京電力国としてはこれからこういった事故がないように原子力政策に関しては慎重にきちんと設備の点検ですとか整備はしていくべきじゃないかとは個人的には思います。那你们这个复兴局的工作，平时打交道的过程中间，有没有跟东電有联系的这个内容？復興局は直接東京電力に対して例えばその HF の廃炉などの仕事を直接やり取りはしてはありません。大体そういった仕事は経済産業省の方が行っております。直接は東電とはあまりないです。就最近啊，就是上个月8月24号，那福岛开始排放这个核处理水啊，就是在中国的互联网上就形成了非常大的舆论。有很多中国的网民一听说福岛排核水和这个处理水之后，他对整个福岛这个地区啊，他都充满了恐惧。比如说，他觉得福岛的这个农产品也不能吃了，海产品也不能吃了，包括中国政府啊，也对整个日本的水产品啊，它进行了禁运啊。你怎么看？就中国互联网上对福岛整个这个区域所有食品的这种恐惧和恐慌啊？アルプス処理水の、海への放出に関しましては、これはなんて言いますか問題ない形で行ってございますので、自然環境人体に対して影響ない形で行っておりますので、そういった科学的な根拠に基づいて行っているものです。ですので他のいろんな国も理解はいただいています。中国の方はかなりその輸入を制限されたとかいろんな対応されておりますけど、大変実は残念に思っております。那你觉得他们这些对福岛的这食品的恐慌有道理吗？福島の例えば、農産物、米ですとか果物とか農産物、また魚に関してもきちんとその、体に問題ないと、放射線量などを測って体に問題ないということを確認した上で、売っておりますので、それは全く問題ないです。ぜひ福島の産品に関してはいっぱい食べていただければありがたいなと思います。那你觉得中国政府为什么会坚决反对日本排放核处理水？私も中国政府の皆さんがどういう考えなのか正直私もちょっと想像つかないところあります。ただ本当に残念なのは科学的には問題ないものをそういった形で輸入を制限するというのは大変残念です。那你们就是这个复兴局啊，有没有针对中国就是这些网民他们对福岛的一些误解啊，采取过一些什么措施？因为毕竟他们可能并不真的了解福岛这地方发生的真实的情况嘛，他可能就以为这个地方所有的东西都不能吃了，就包括你刚才说经过科学的检验啊这些内容，他可能作为普通的中国人，并没有什么有效的途径去了解这一点。所以我就说，你们这个复兴的这个工作里头，有没有这么一块的内容是针对中国的普通人，让他们了解真实发生的福岛这个地方的情况，这样的一个这种宣传呐，或者说信息推广的计划呢？はい。そういった国際的に例えばアルプス処理水の安全性を PR する、そういったことは復興庁のヘッドクォーター本庁の方でやってまして、中国語のホームページサイトもありますし、あと復興庁だけではなくて外務省などもそういった、情報提供ホームページなどでやっております。中国語でですね。やはり、中国の皆さんにきちんとした情報を伝わるようにそういった努力は日本政府としてやっているところです。就您自己的家现在是在东京还是在这个福岛？今そうですね。私の家族は実は子供が大学受験を迎えてまして、今東京というか千葉県の方にいます。那我想知道，就是你平时在这儿吃饭的时候，或者说做饭的时候，你会有意买这个福岛的这些农产品吗？比如说大米啊，或者水果啊，或者蔬菜？そうですね。やはり福島の産品をなるべく使うようにしてます。結構福島県内のスーパー、福島県のものですっていうことをはっきり表示しているのが多いので、そういったものをなるべく買うようにしてます。有意人买，那这是你自己做的事情，还是说你这个工作要求你这么做？自発的ですね。と言いますのは福島の産品は本当美味しいですんで、魚も美味しいですけど、他の、果物も美味しいですし、で安いんです。安くて美味しいので、それも自発的と言いますか、自分のお金のことも考えてもすごく但是我知道实际上有一部分日本人对福岛产的这个农产品，他心里也有一些疑虑嘛，
因为他们觉得毕竟福岛这个地方发生过核事故，所以这个福岛产的东西呢，好像在别的地方卖起来也不如其他地方卖的那么贵啊。那你们像你们复兴局有没有说针对其他日本地区的人，让他们更好的买这个福岛的农产品的方式，有一些这个方面的工作的内容呢？そういった取り組みは実は復興庁の本庁と一緒にやってるんですけれども、例えばこれは復興庁の本庁の方が中心になりますが、福島の魚を使ったようなそういったものをレストランに売り込んだりとかですね、福島の美味しい魚を提供するイベントをやったりですとか、あと福島のこういったことを東京でやってます。あと福島県内でも例えば福島の魚を親子で釣ってそば食べるですとか、そういったことはそういうことをやったりしてます。这个福岛的农产品里头，你最喜欢吃什么东西？你觉得什么东西最？そうです。いろいろ美味しいのはあると思うんですけれども、魚だと私が見たらやっぱりしらすってわかりますかね。しらすが美味しかったのと、あとヒラメも美味しかったですね。あとメヒカリという魚ありますけど、メヒカリも美味しいです。果物ですと桃、ぶどう、梨、さくらんぼが美味しいですかね。那鱼的话，就是目光的鱼，我们那天在那小民彬的渔港里头，我们也吃了，确实也很好吃啊。あ、そうですか。就有人现在给我建议，就是说在东京专门开一家叫福岛的海鲜烧烤店。中国护照的人可以打9折。それは大変素晴らしいアイデアだと思います。是吧？好，那我们就はい。どうもありがとうございました。謝謝。お疲れ様です。お疲れ様です。